措置角っていうふうにちょっと僕は名付けてみて、たまに湖が書いてあったり、逆にこんなに作品近づいて見ていい時あんまないですもんね。白今回出ますか？出そうかなと思って大人気で買えないんですよ、普段。はい、それでは早速今週のピックアップアーティストを紹介させていただきたいと思います。畑山太一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2017年に多摩美術大学大学院を修了されていらっしゃいます。個展歴も多くてですね、今年1回、2017年、2014年と2年に1度ぐらいのペースで個展を開催されていらっしゃいます。その間にもグループ展も本当に数えきれないぐらいたくさん出ていらっしゃって、2020年今年だけでも4回ほどグループ展出品されていらっしゃいます。受賞歴もたくさんおありでいらっしゃるんですけれども、特に一番大きかったのがおそらく2014年の第1回CAF賞優秀賞と、さらに審査員特別賞として名和公平賞を受賞されていらっしゃいます。こちらの白い作品が非常に有名かつ私も好きなタイプでして、まさにCAF賞の名和公平賞もこちらの白いタイプで受賞されていらっしゃいます。近くに寄っていただくと白で森が描かれているのが逆に弾きたくなりますね、その弾いてみてください。そうですね、なんかもともとそのCAF賞で名和さんから賞をいただいた作品もこの白い絵のシリーズでキャリアスタートのきっかけみたいになったんですけど、僕その目には見えないものとか、言葉にできないような感覚みたいなものを一体どう捉えるかっていうことを結構常々考えて制作をしていて、その目には見えないもの、例えば樹齢何百年の樹木を前にした時とか、森に入った時の空気感の違い、その存在感であったり空気感の違いみたいな、目には見えないけれど確かにこの感じる身体の感覚があるっていうものを、それをなんか捉えていくことが重要なんじゃないかと思って、そういった感覚に向き合うことが目に見えない世界に触れていくことのような気がしていて、僕はなんかそのありのままの知覚というか、その知覚以前の知覚みたいなことを素の知覚として、その素朴の素のまっさらな、素知覚っていうふうにちょっと僕は名付けてみて、その素知覚をに目を向けていくことが、その目に見えない世界、そういったものに開いていくことになるんじゃないかということで、こういう白い絵を制作しています。なるほど。で実際に自分が体験した風景を黒いドローイングで実際に描いた上から、白い微妙に淡い混色をしたホワイトでまたさらに上から描いていくっていう。なるほどなるほどなるほどね。結構繊細に枝葉が見えてきたりとか、たまに湖が描いてあったり。逆にこんなに作品近づいて見ていい時あんまないですもんね。そうですよね。大体遠ざけられるやつです。畑山さんの作品はすごい近づいてみたくなったり、弾いてみたくなったり、もう行ったり来たりしながら楽しむというのがスタイルなんじゃないかなと。嬉しいですね。やっぱその作品の生まれる発端みたいなものが身体感覚に由来しているものなので、やっぱり絵画に向き合った時のその体験性っていうことは結構感じていただけてすごい嬉しいな。作品を生で見させてもらうのは初めてなんですけど、ホームページで見させてもらった時にめっちゃ多作っすね。ありがとうございます。めっちゃ多作で、かつ一番興味深かったのはタイトル。全部にすごいちゃんとタイトルがついてますよね。こう何か写実的な何かというわけでもないし、その具体的な何か存在というよりも、知覚ですもんね。なんかアクションとまでは言わないけど、こういっぱいこう塗り重ねていくようなその絵ってたまにこう無題っていう人いるじゃないですか。まあそれを無題が良し悪し、無題の良し悪しに関して僕ちょっとまたそれで聞きたいんですけど、難しいテーマですね。無題にあえてする人とかもやっぱいるだろうし、まあ別にもう名前とかいらないから無題っていう人もいるけど、なんか昔バーネット・ニューマンのアンネの光を見た時に、この赤と白だけで区切られた世界をアンネの光と呼ぶのかみたいな、なんかタイトルをつけるっていうことの意味をその時にすっごい感じて、すごくそれに衝撃を受けたんですけど、そのタイさんの作品も具体的にイメージできる言葉ではないというか、ちょっと詩的なこうタイトルが全部ついてるじゃないですか。だけどそのやっぱ言葉をちゃんとタイトルを当てるっていうことの意味っていうのを、なんかすごくこの作品と、あと今そのタイさんの説明とかを聞いてると
言葉とかタイトルとかこの作品とか全部ですごくそのアーティストとしてのなんかあり方をこう見せてるんだなっていうのを今すごい感じたんですけど、ありがとうございます。ちなみにこれは何ていう作品なんですか？これは素子の6番なんですけど、素子っていうのはまあさっき言った素知覚のありのままに見るっていうことはどういうことなのかっていうことで、一応素子っていう作品のシリーズがいくつかあって、それの6番目の作品になってます。6番目、じゃあそれをこう連作で書かれた？一応そうですね、流れで作ったので、その全て素子でタイトルがついてます。このカットはどうして白で真っ白で描こうと思うに至ったのか、ぜひ教えてください。経緯が一応ありまして、もともと僕ペン画を高校生の時とかに描いていて、いろんなあらゆる事物を集積させたその生命も非生命もいっぱいこうごちゃごちゃに集積させて一つのタワーが形成されているようなペン画を描いていて、それを共存というタイトルにつけてたんです、いろんなものがその等価に扱われるというか、同じこう平等に全て存在していて世界が成り立っているみたいな感覚が高校生の時からおそらくあって、それがまあ大学入ってからもペン画スタートだったんですけど、何かそこからいろいろやっぱ大学に入っていろんな思想とかも摂取して、感覚的にやっぱ白い世界に対するなんか憧れがあって、単純になんだろう、白と向き合った時の自分の感受性というか、なんかこう心が少し癒されるか救われる感覚を何かこうあって、白い絵を描きたいっていう何かこう妄想があって、ペン画ってでも黒い、そうですね。でもそれがこう作風を経ることによって黒が白い線画に変わったりしたんです。でそのいろんな流れの中で黒い線描の上から白い線描というか描画で満たしていることによってどんどん白い世界に満ちていくみたいな経緯があって、自分自身の経緯みたいなものでもあるみたいな感覚ですね。その作品の探り方でこういうものが結実したというか、ちなみにこっちはタイトルは？これは草木言語の3番なんですけど、草木言語っていうシリーズをちょっとまた書いていて、草木って草木、そうですね、目に見えないものであったりとか言葉にならない感覚みたいなもの、その人間の知覚の外側にあるものとかにやっぱり興味があって、なんか樹木同士のコミュニケーションが地下の根っこを通してその菌糸とか菌類を通してコミュニケーションを取っているらしくて、そのネットワークの総体をウッドワイドウェブっていうらしくて、ウッドワイドウェブ、ウッドワイドウェブ、WWW みたいなワールドワイドウェブとすごいイメージが重なる、なんかその樹木同士のコミュニケーションの総体と僕たちが日常接しているネットの空間というか、そのイメージがちょっとダブったというか。なるほど。だから若干その幾何学っていうかそのデジタルなものが混じり込んでる感じですね。そのやっぱり Zoom とかもすごい今コロナの影響とかですごいやるようになったし、一つの画面の中に複数のこうワイプというか画面が現れたり、なんかそういうのとか結構面白いなって思うし、面白いですね。その地下でこう交わされている言語と妄想した時に、その四角でこう抜かれてるその Zoom の画面上に来るのが空とか海のモチーフみたいなのでつながるっていうのはなんかドラマティックですね。あとあれですよね、作品も今回その e コマースっていうね、そこで出品していただくので、それの内容はどういうものになるんですかね。そうですね、やっぱりこの自分の一つの制作の軸になっている白い絵のシリーズと、あとカラーの作品も何点かそう出展できればと思っているので、この文脈、白今回出ますか？出そうかなと思って。大人気で買えないんです、普段。あらら今回もね、ぜひぜひ結構競争かなとすごい。思いますが最後にですけども、ここから先の、自分自身がこうイメージする展望みたいなものってありますか？やっぱりそのずっと目に見えないものであったり言葉にできない感覚みたいなものをテーマにしてきて、やっぱりその今ちょうど秋葉たまみでやってるグループ展も、なんか岡清、数学者の岡清の情緒っていう言葉とかをキーワードにやっていて、花を見て美しいと感じるっていうことはなんで美しいと感じるかわからない、科学的にはわからない、なんかそういった人間の心みたいなものってなかなかこう着目したいけどやっぱ捉え難いものであるけど、なんかそういったものがやっぱり芸術においてものすごく重要だって僕はやっぱ改めて思うので、そこにちょっと作品をつなげていきたいっていう気持ちはあります。それでは本日は以上とさせていただきます。舘さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた。